こんにちは、たかしです。本日は1月14日土曜日、週末ですので、来週16日からのポンド円の相場の見通しをやっていきます。まずは冷やしからです。昨日の陰線も結構大きめでしたね。下髭が少し出てますけれども、それでも今までのこの上昇に比べてかなり強く下落してきているのがわかりますので、基本的には戻り売り、上昇分を全て今打ち消してきてますので、ここで反発してきてもやはりもう一段下を狙うんだろうなという、そんな印象に見えてきます。現在は緑のボックスの下限付近、そしてここは過去の意識されているポイントですね。ですので、一旦は反発してますが、ここを下抜けてくる可能性が強くなってます。そしてストキャスティクス、過去のデッドクロスを見てますと、ここからの下落ですね。11月の半ばぐらいからの下落、そして12月の半ばぐらいからの下落っていうのがストキャスティクスの高値圏からのデッドクロスと一致してます。と考えますと、やはりストキャスティクスは一旦下げ切るんじゃないのかなと考えてますので、そうなるとチャートとしてはまだもう少し下落余地があるのかなと。ではターゲットがどこになるのかって言いますと、この赤ライン、もしくはこの黄色丸ですね。この黄色丸は過去の大きな下髭のついた安値になります。148.632。この辺が意識されてくるのかなと思いますので、今はその辺を目指して下落中と考えられます。日足ではまだまだ下落余地がありますので、今はまだ下落の初動と捉えられます。ただし、緑のボックスの下限に当たってますので、一旦の反発はすると思いますが、それが日足単位で起こるのかどうかというところですね。どう見ても直近の上昇に対して、ここ2日間の下落っていうのは、ローソク足のサイズが違いますので、このまま下抜けてどんどん下落していくというようには、日足からは見えてきます。では4時間足です。4時間足は白のエリオット波動、そこに対しての修正波を黄色のラインで示してました。今そこが終わって新しい波に入ってきているわけなんですが、基本的には4時間足の下落トレンドを崩せていません。4時間足の下落トレンドを崩すのが、この高値ですね。162.332 というオレンジの点線がちょっと見にくいんですが、引いてあるところ、そこを上抜けるまでは4時間足は下落トレンド中。そして現在は日足も下落トレンド中。ですので、根拠のない逆張りロングは危険な状態となっております。ただ、緑のボックス下限にぶつかってますので、一旦の反発をしてきているポイントというところですね。そして4時間足はストキャスティクスが安値圏からゴールデンクロス、わずかではありますがしてます。で、過去のゴールデンクロスを見ていると比較的上昇してますので、一旦の反発の上昇を待ちたいところ。ただ、やはり先ほども言いましたが、基本的には日足も4時間足も下落トレンド中ですので、安易な逆張りロングは危険なんですが、それでも月曜日は一旦反発の上昇しそうかなというところ。ただマクディがまだ弱いので、上昇といってもそれほど上げずに再び再下落で、この緑のボックス加減を下抜ける可能性が高いかなとも考えますので、少なくとも4時間足単位のこの4時間足の GMMA まで戻してくるっていうのは、現時点では考えにくいなとは思ってます。ですので、月曜日はどこまで反発してくるのか、つまり戻り売りポイントを1時間足やそれ以下の足で探していく、そんな感じになるのかなと思ってます。では1時間足です。昨日のショートムービーでお話ししていたのがここのラインですね。このフィボナッチリトレースメントの 78.6% という薄いこのピンク色っていうのかなっていうラインがあるんですが、156.611 ですね。ここで反発をする可能性を話してました。ここっていうのはこの安値ですね。1月3日の安値からこの高値、1月9日の高値に引いたフィボナッチリトレースメントの現在表示させているのは 78.6% のラインだけなんですが、そのライン、そしてそこがこの過去の揉み合ったところ、サポートラインになっているところと一致してますので、ここは一旦の反発をすると考えました。ただ思ったよりも反発せずに下落してきてますので、ちょっとイメージと違ったんですが、もう少し GMMA の青帯付近まで上昇してくれるかなとは考えました。ただやはり下落の勢いがかなり強かったので、GMMA の赤帯の方で反応して下落してきましたね。そして現在も赤帯で反応して再び下落しそうな、最終的にはそんな陰線で終えてますが、今赤の GMMA の帯っていうのが少し横ばいになりかけてきてますので、週明けはやはり一旦の上昇、つまり GMMA の青帯ぐらいまでの上昇を見ておきたいところです。
フィボナッチリトレースメントを引き直しました。先ほどは1月3日の安値から高値に向けて引いてたんですが、その逆ですね。現在は1月9日の高値から昨日の安値に引いております。一旦どこまで戻ってくるのかっていうところなんですが、23.6% のこのグレーのライン 156.961 もしくはこの青のライン、これが 38.2% です。157.779 この辺ぐらいまでの戻しを待ちたいところですね。その辺が GMMA の青帯と接触してくるところですので、そこでの上げ止まりを待ってからの戻り売りという感じで、一旦は最安値ですね。現在では 155.4 付近というところまでを狙っていくのがいいのかなと。ここが先ほどの日足の緑のボックスの加減になりますので、一旦はその辺付近まで、そこでもう一度反発する可能性もありますので、そこは注意。次反発してくると4時間足の GMMA ぐらいまで戻す可能性を考えておきたいですが、このまま緑のボックスを下抜けるという可能性も大いにありますので、そうすると結構下げてくるだろうなという、そんな感じですね。なので基本的には戻り売りなので、上がったところを売っていくっていうのが安全だとは思います。現在の戻り売りのターゲットは157円台ぐらいというところですね。その辺に来たところでの上げ止まりを待ってからの下落のパターンが出たら、そこから入っていくっていうのがいいんじゃないでしょうか。そして現在1時間足のストキャスティクスは高値圏に差し掛かってますので、一旦金曜日の安値を試すような展開になるかもしれないですね。そこからの再び反発上昇になるのか、このままストキャスティクスデッドクロスからの下落になって金曜日の安値を割って下落するということも考えられます。今のところ GMMA の赤帯に沿って下落中ですので、このまま安値更新していく可能性も十分にありますが、個人的には一旦 GMMA の青帯ぐらいまでは上昇して、そこまでの反発は待ちたいなとは考えてます。本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら応援をお願いします。皆さんの応援がより多くの初心者の方へこの動画をお届けすることにつながります。そして最後にお知らせです。YouTube のメンバーシップでは初心者の方が少しでもスキルアップできるような丁寧な解説動画を毎週1本更新しています。トレードでの基礎が学べるメンバーシップにご興味があれば一度お試しください。それから初心者ではないけど安定して勝てないという方はポストプライムでのプライム会員をお勧めしています。こちらは2週間の無料期間がありますので、その期間をご利用いただき、自分に合うかどうかを検証していただくのがいいと思います。まずは行動しないと何も始まりませんので、無料期間を上手にご活用ください。詳細は概要欄にあります。また iPhone や iPad の YouTube アプリにはメンバーシップボタンが表示されない場合がありますので、Safari などのブラウザーから YouTube にログインしてからお申し込みをお願いします。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。そして今週もお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。